古代から今までご存知のように、中国の皇帝の特権の一つは、多数の側室を持つことです。ほとんどすべての中国の皇帝には、数人、数十人、さらに数百人の側室がいます。その中に、一人の人生に妻が一人しかいなかった皇帝がいました。これは明王朝の皇治帝である、朱由統でした。朱由統は、良い夫と賢明の皇帝であるだけでなく、彼の治世中に、政務に勤勉に働き、明の中興を開創しました。彼は、中国の歴史の中で、良い夫と良い皇帝を組み合わせた、唯一の人物です。しかも、一夫一夫制を実践した、中国の歴史の中で、唯一の皇帝でした。それがキャリアであろうと婚姻であろうと、朱由統はほぼ完璧な男だと思われます。これは、彼の育った背景と切り離せないものです。朱由統について話す前に、まず彼の母親について話さなければなりません。皇治帝朱由統は、非常に不幸な子供時代を過ごしました。彼の実母騎手は、後世である騎と名付けられた土氏の娘でした。騎士族反乱が収めた後、少女騎士は捕らえられ、皇帝の個人的なお金を管理するために、宮殿へ連れて行った。一度、聖華帝は、時折通りかかった、騎士の美しさと知性を見て、彼女と一晩滞在しました。その後、騎士は妊娠し、飛着出子は、朱由統でした。ご存知のように、長子相続制度の古代では、飛着出子の地位は、非常に低いでした。さらに、当時、宮殿は満貴妃の支配下にあり、皇后でさえも彼女に引き下げられた、権力が圧倒的であったことを示していました。満貴妃自身は巫女を産まなかったため、彼女は、後宮で、すべての妊婦を殺害しました。もちろん、朱由統の母騎士もその中の一人でした。でも騎士の人好きが良いので、みんなの助けのおかげで、騎士は、まだ密かに、朱由統を出産しました。その後、満貴妃はそのことに気づいた、生まれたばかりの朱由統を殺したかったのですが、派遣された宦官の長斌が朱由統を隠して、米、ペーストを朱由統に食べさせて、騎士を助けました。そして廃位された、ご皇后は、それを知った後に、朱由統を隠して、育てるのを手伝いました。朱由統は6歳になるまで、長斌やご皇后などの保護の下で無事に成長していた。聖華帝は、騎士とワンナイトで、息子がいることを知りませんでした。ある日、宦官の長斌は、聖華帝の髪を溶かしていた時、聖華帝はため息をつき、私はもう年を取ったのに、まだ息子がいません。長斌はすぐにひざまずいていって、皇帝にはすでに息子がいます。聖華帝はびっくりした。何が起こったのかと急いで尋ねました。長斌は真実を伝えた。聖華帝は大喜びし、すぐに巫女を迎えに行くように命じました。聖華帝は長期に幽閉され、産毛さえまたカットされていなくて、髪は地面に引きずり込んで、痩せ衰えた息子を最初に見たとき、涙を流さずにはいられず、感無量でした。同日、大臣を召集し、真実を語りました。翌日、勅令が出され、朱由統が皇太子になり、騎士が祝妃に冊封された。しかし、その後、騎士は宮殿で急に亡くなり、宦官の長斌も金を飲み込んで自殺しました。明らかに、騎士と長斌の死は、どちらも満貴妃の迫害に直接関係していた。聖華帝の母親である周太后は、満貴妃が皇太子を毒殺するのではないかと心配していたので、皇太子を自分の陣受宮に連れ込んで安全に育つようにしました。朱由統は幸運だったと言えます。朱由統の母親騎士は人好きが良く、誰かが彼女を手伝ってスムーズに朱由統を産んだが、同時に彼も極めて不幸だった。彼の成長の過程で、人生で最も重要な母親と彼の世話をした長斌二人とも満貴妃に迫害されて死んだ。この出来事は彼の心に影を落とした。朱由統が
皇太子になった後、バン・キヒは、彼が皇位を継承した場合、トラブルある、最初の人は、自分自身になることを知っていたので、あらゆることで主優等に、意地悪をし、何回も、皇太子の王位を脅威した。成化23年、1487年の春、バン・キヒは病気で亡くなり、聖華帝は過度な悲しみので、8月に亡くなりました。皇太子、主優等は9月に即位した。年号、皇知に変更され、皇知帝でした。皇知帝が18歳で王位に就いた初期の頃、政治的混乱、国力の衰退に直面し、民の衰退する傾向が出てきた。同時に、さらに悪いことに、黄河の洪水、陝西省の地震、そして皇帝に追悼が行われていた、すべて厄介なものでした。皇知帝は、最初に、聖華帝の腹心であったすべてのへつらう大臣を追放しました。その結果、理法省書の番案、霊宝次郎の李氏使用、及び、僧侶の企業などが殺害、合格、または、首都から追放された。同時に、皇知帝は、たくさんの正直、有能な人を起用した。率直なアドバイスを提唱し、寛大で慈悲深く、倹約し、謙虚、政務に勤勉、司法を重視します。一方で、法律と制度の修正、遠方の見直す、古い平成を、廃止や改革、明朗なる政治を施行し、朝野で称賛されました。西暦1492年、蘇州河の河道は、土砂で詰まった多くの災害を引き起こしました。皇知帝は、皇武次郎である女官に管理を任せ、その後、蘇州は洪水をなくし、肥沃で豊かな土地に回復してきた。皇知帝の勤勉によって、明王朝の経済的に繁栄し、人々が平和と満足の中で生活し、彼は歴史家によって明中皇の祖と呼ばれました。以上は良い皇帝について話したが、次は彼の唯一の妻である長皇后を紹介しましょう。高皇慶皇后長氏は成化6年、1470年で生まれ、河北商工祭の人、父親は長蘭、母親は金氏でした。明の中期以降の皇后の選出制度によると、皇后は一般的に庶民、領家で生まれるはずでした。長氏の父、長蘭はもともと秀才でしたが、教皇の名義で国士舘に入学した。長氏はそのような学者の家で育てた。成化23年、1487年の2月、初旬、長氏は当時皇太子である朱友痘と結婚した。同年9月、長氏が正式に皇后に冊立された。皇知帝は幼い頃に母親を亡くし、父親の聖華帝はバン・キヒとの愛欲の世界に端溺するばかりで、当然彼のことをあまり気にかけていませんでした。王室で家族のつながりは弱く、様々な利益が混ざっています。王宮では、皇知帝が皇太子であるにもかかわらず、彼が得る家族の愛情は極めて少ないでした。そして、庶民からの皇后は、子供の頃から宮殿で育った巫女を深く魅了しました。皇知帝は、宮殿とは違う家族愛を感じました。結婚後、毎日、二人は普通の夫婦と同じように暮らしていました。ある日長皇后が病気になった皇知帝は、自ら、彼女に物を食べさせ、薬を飲ませた。眠りにつくのを見た後、長皇后を起こすのを恐れて、大声で咳をすることさえしませんでした。皇知帝と長皇后はとても愛情深く、大臣も彼に数人の側室をめとると勧告したが、彼は決して耳を傾けませんでした。なぜ皇知帝は側室をめとらないと主張するのですか？その可能の原因は次の通りです。まず、彼は子供の頃のトラウマを持つ。利益のために戦う得意な皇宮に恐れを抱いた。第2に、長皇后は皇知帝に十分な魅力と拘束力を持っているかもしれません。長皇后は見た目は美しく、おきゃんな性格でした。その後、彼女が
政治闘争で果たした役割から見ると、長皇后は平凡な人物ではありませんでした。第3に、高知帝はすべてのエネルギーが仕事に注いだ。儒教の影響を強く受け、倹約に注意を払う男女関係の節度に深く注意しました。第4に、高知帝自身は穏やかな性格で36歳で亡くなりました。彼の健康状態はあまり良くなく、男女関係に特に強い関心を持っていなかったかもしれません。第5に、大臣社選の忠告。当時、左書氏を兼ねた管理人の次督である社選はこう言いました。皇帝は側室を選ぶことは当然であるけれど、聖家庭の霊廟はまた完成していません。なぜ側室の選抜について話していますか？高知帝は親孝行で天下を支配すると主張し、かつて聖家庭のために、高知帝は3年間親に喪に服す制度を設立したじゃないですか。社選はそう言っていたので、衆女の選抜という問題は棚上げされました。この3年の間、二人とも普通の夫婦のように暮らしました。仲良くする、お互いサポート、同行しました。このような人生の仲間は、高知帝の心を完全に勝ち取りました。彼は長皇后の家族愛と皇居とは異なる慰めに完全に魅了された。高知4年まで3年の喪に服すが過ぎたら大臣は皇帝の側室を選ぶために次から次へ上訴始めた。当時、高知帝は側室を選ぶとは興味もなくなった。この時、長都長皇后は後の聖徳帝である主皇将を妊娠しており、その後、大臣は再び側室をめとる問題について言及しなくなった。後に、高知4年、長皇后は一人の息子、すなわち、後の明の聖徳帝主皇将を出産した高知帝は当然もっと喜んでいました。その後、高知帝は長皇后と息子に一身に扱い、側室の選抜ことをすべて放棄した。聖徳帝が生まれた後、長皇后はまた二人子供を産んだが、すべて幼い頃に亡くなりました。明の先祖のシステムによると、王子の早死にの場合は、追封しない。高知帝の次男である、主皇将は2歳になる前に亡くなりましたが、高知帝は、彼に厭う、王を追贈した。ついに娘の、主周囲が生まれ、高知帝は、この賢くて、美しい娘をとても愛していましたが、それでも2歳になる前に亡くなりました。高知帝は、悲しみ深く、彼女に太閤公主を追封した。高知帝は、息子が一人しかいなかったので、彼は、とても好きでした。聖徳帝が何を求めても、彼を満足させるために最善を尽くしました。高知帝は、長皇后をとても愛しており、例誓によれば、皇帝は、謙信宮に住み、皇后は金寧宮に住んでおり、皇帝と皇后は、一晩一緒に眠ることができません。たとえ彼女が召喚されるとしても、召喚の後、彼女は休むために、自分の宮殿に送り返されます。しかし、高知帝は規則を破り、しばしばまるで普通の夫婦のように、一晩中皇后と一緒に寝る。子供を作るは困難でした。高知帝は、妾を受け入れて、子供を産むよりも、神矢仏をお願い頼むことを望みました。さらに、お空の愛で、彼は長皇后の実家にも大変世話しました。彼らは特に義父と義母に優しいでした。そして彼らのため、宴会を開く。長皇后の父長蘭が、例外として、寿寧公に封ぜられる、死後に死王国、公が追贈された。彼女の弟の長覚霊はまた父寿寧公の岩後に、継いでおり、他の弟長延霊も、建昌公に封ぜられた。長皇后のおかげで、家族で、それぞれ公爵の意を与えた。これは明王朝の外戚の中では稀でした。長皇后は、父親の長蘭が亡くなった後、未亡人の母親の金氏を宮殿に連れてきました。これも当時に批判されていましたが、高知帝は気にしませんでした。
長子の家族はもともと庶民の出身だったので、先見の明がなく、政治には理解、極限性がある。この欠点は、長皇后の次の行動から完全に暴露されました。したがって、長皇后の弟である長鶴齢と長延齢は、長皇后に頼って、いろいろ乱行や悪事を働く、傲慢、跋扈したが、長皇后は、弟の行動を忠告しなかっただけでなく、全力で弟をかばう。彼女の兄弟を弾劾する人々を罰した。これは、その後に、長子の家族を清算するために禍根を残した。弘治18年、弘治帝の死の2ヶ月前に、慶宝次郎祝東洋は、長皇后の2人の弟の悪行を披露するために、上書した。長皇后は怒って、李東洋を殺すように皇帝を扇動しましたが、幸いなことに、弘治帝は彼を保護し、彼に罰法だけ下した。長鶴齢と長延齢兄弟は、長皇后の溺愛に頼り、国の農業税収と営業収入を自分たちのポケットに入れ、土地や農地を奪って、悪逆の限りを尽くして、横暴だった。正直の大臣や役人もこれについて何度も弘治帝に還元したが、長皇后のため、彼女の弟を罰するのに耐えられない。弘治帝は、さらに彼らをかばうために何度も法律を踏み越えて、彼らを弾劾した大臣や、宦官の前で、調停しようとしました。弘治帝は、賢明な皇帝として、妻のため、外戚を、褒賞して、それは、高知王朝の欠陥になった。弘治帝は、長皇后一人を守るため、妾を受け入れず、結局、一人息子子皇将が残っただけでした。皇帝として、子孫が少ないこと国にとっては、間違いなく危険な合図です。国の皇后として、王室の継続性を確保することも彼女にとって、重要な義務です。彼女は皇帝を、占有だけを気にかけていますが、他の女性に後宮に入れず、弘治帝の方の子孫がついに消えた。長皇后は、国の母としての資格がなく、この点からわかります。弘治帝は、子供時代が大変だったため、体調が悪く、仏教や道教によって、体調を変えるようと考えていました。それゆえに、一部の古美へつらい人がその機会を捉えて、宮殿に入り、再び朝政を混乱させました。宦官の李光はその中の一人で、彼は弘治帝に深く信頼されましたが、その後、李光は処罰を恐れて自殺した。弘治帝は李光の家に天書があると思い、人に捜索を命じたが、李光の汚職で賄賂を受けた帳簿を見つけられた。弘治帝はそれに目覚めた。李光事件は長年沈睡していた弘治帝を喚起した。人生で2回目、また最後1回の政務に勤勉を再開しました。弘治帝は彼の以前の行動を反省し始める。彼は流体化、大産など献身を起用し、宮廷の規則に精一杯に整頓を求めたが、門仕事に専念したので、彼の体調が崩れた。弘治18年、1505年、弘治帝は、謙信宮で36歳の若さで亡くなりました。唯一の15歳の一人の息子である清徳帝に引き継がれました。翌年は清徳元年に変更され、長皇后は長太后になりました。残念ながら、清徳16年に、長太后の一人息子である清徳帝が亡くなりました。彼には、兄弟も子供もいませんでした。長太后と大学士の楊手、岩は、皇民祖訓により、兄が亡くなった場合に、弟が、王位継承できますようにする。最も近い王室の近親から、王位継承者の選択について話し合った。主皇宗は、聖家庭の四男であり、主有元の次男です。当時、主皇宗はわずか14歳で、父が亡くなり、唯一の兄も亡くなり、二人の叔父も息子を残さずに亡くなりました。彼一人は寂しくて、頼れる外部勢力はありませんでした。長太后と
文官グループにとって、後ろ勢力がない主構想は、間違いなく彼らにとっては一番有利な選択です。それで、超大号の承認を得て、主構想は、皇帝の後継者とされ、発表した。しかし、彼らが予想していなかったことは、14歳の少年が、思慮深く、意志が強い、自分の見解を持つ人でした。彼らが簡単に操作できる新しい君主ではありません。それでもなお、当時では手遅れであり、一時的に相続人を交代させることは不可能であり、安定したばかりの形勢は再び混乱に直面するでしょう。そのため、清徳16年、1521年の4月、主構想が即位し、すなわち嘉靖帝です。彼は45年間明王朝を統治しました。清徳16年の3月、嘉靖帝は後を継ぎ、超大号を聖母と呼び、尊号は小聖自主皇太后でした。日が経って、嘉靖帝は超大号に対する無関心な態度が徐々に露出し、超大号に対して礼儀は正しくない後に聖母から祝母と改称した。嘉靖8年、1529年に、超覚霊と超延霊兄弟は両方とも、嘉靖帝によって世襲爵位が削除されたが、それでも、二人ともまたそれを無視し、不法の行いをやり続く。嘉靖12年、1533年、彼らは逮捕され、投獄されました。超大号は、弟のため、懇願したが、失敗を収めた。超覚霊は逮捕された後、刑務所で亡くなりました。超延霊は長い間投獄されていた。寂しい晩年を迎える超大号は、嘉靖20年、1541年に亡くなり、葬式は大幅に減少されました。死号は、高校生宿、総じて対翼天三世慶皇后です。彼女は大量に高知帝と合葬されましたが、祖廟には入れなかった。超大号が亡くなった後1546年に13年間投獄されていた超延霊は嘉靖帝に処刑されました。残りの超氏族は至るところに逃げました。明の16人の皇帝は独特の特徴を持っていました。高知帝は間違いなくそれらの中で最も眩しい人でした。彼は世の中で唯一皇帝や夫の役割に両方が優れていた人です。残念ながら、若くて亡くなった。そして超皇后は、生涯の半分に高知帝から寵愛を受け、女性として彼女は、夫の愛を勝ち取ることに成功しましたが、国の母としては、不合格でした。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。